はい、おはようございます。野良です。今回レポートする街はこちら阿佐ヶ谷ですね。阿佐ヶ谷は JR 中央総武線の駅ですけれども、両隣に荻窪と高円寺っていう屈指の人気町に挟まれてるせいで、ちょっとね影が薄くなりがちなんですけど、実はですね、中央総武線沿いに詳しい人は口を揃えて阿佐ヶ谷こそ中央線のダークホースって言ってるとか言ってないとかで、僕個人的にもかなりおすすめの街です。そんなわけで阿佐ヶ谷の北口側から早速ぐるぐると探索していきましょう。駅の高架線沿いを歩いていくと早速なんかおしゃれなスポットが現れますね。ここは2017年に阿佐ヶ谷の高架下を新しく再開発して作られたビーンズ阿佐ヶ谷っていう駅直結のショッピングセンターですね。でこんな感じでおしゃれなカフェとかおしゃれな惣菜屋さんもあったりします。なんか若干浮いてますけど綺麗な日高屋もありますね。でその横には青果店も結構大きいですね。でスタバなんかもあってね、いい雰囲気です。なんていうか阿佐ヶ谷は、本来は中央線沿いの街っぽい下町感というか昔ながらの商店街っていう感じはもちろんあるんですけど、このビーンズ阿佐ヶ谷っていう、一目見ておしゃれなスポットがドーンとできたことで結構若者にも好印象を与えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、そしたら一度駅前に戻りまして回っていきましょう。北口すぐのところに24時間営業の声優がありますね。しかもこの声優5、6階建てくらいでかなり大きい店舗みたいですね。そしてその向かいにはイトーヨーカドーヨークフーズも見えたんで、スーパーには困らなそうですね。で天屋とか三田製麺所、この辺はあれですね、ご飯屋さんが集まったスポットですね。でヨークフーズはここの地下に入ってるみたいですね。でレストランスポットを抜けていくと、小規模なアーケード商店街が伸びていて、で阿佐ヶ谷の北口側は南に比べるとちょっとお店が少なくてですね、もうこの辺のエリアを抜けるとすぐ住宅街のエリアになります。でここからすぐ歩いたところに阿佐ヶ谷神明宮っていう、結構有名な神社があるんで、ちょっとそこに寄ってお参りしていきたいと思います。駅前の大通り沿いにすぐありますね。で阿佐ヶ谷は結構公園とかも多くて、繁華街のエリアと住宅地のエリアが分かれてる感じなので、子育て中のファミリーにも住みやすいっていう評判をよく聞きます。で杉並区なんで、杉並区って教育に力を入れてる区なんで、その点も大きなメリットですね。ということでこちらが阿佐ヶ谷神明宮ですね。駅からもう本当に徒歩、3分くらいですかね、3分もしないぐらいで着きます。なんかもう一見して広くて綺麗な神社ですね。調べたら約3000坪ですって。やばい。もうそれは森ですね。でなんかこの門の手前の欅が夫婦欅って呼ばれていて、なんかちょっと有名なパワースポットらしいですね。そして、なんといってもセミの鳴き声と神社っていうか、なんか夏と神社って最高に合ってる感じしますよね。なんかマイナスイオンが溢れてそうな気がします。でこの阿佐ヶ谷神明宮では日本の最高神と言われている天照大神を祀っているそうですね。ということでささっとお参りしてまた駅前に戻りたいと思います。今度は北口を出て左側の高架線沿いに並んでいるスターロード商店街という通りの方を歩いてみたいと思います。このスターロードは阿佐ヶ谷屈指の飲み屋街ですね。居酒屋とか焼き鳥屋さんとかおでん屋さんとか、あとバースナックっていった、結構ディープな飲み屋さんが多い場所で、ついついはしごしたくなるような地元密着型の飲食店がずらっと並んでいます。で居酒屋とかと並んでラーメン屋なんかも並んでるんで、飲んだ後にね締めでラーメンなんてのもいいですね。
全体的になんとも昭和の面影を残した結構味わいのある商店街なようにお見受けします。で、この通りだけじゃなくて、この奥の路地の方にも個人経営っぽい、なんかちょっと粋なお店が並んでいて、お酒好きの人ならもう飽き足りないくらいいろんなお店を開拓できると思いますね。そしてこのごちゃごちゃっと飲食店が集まったエリアの中にラピュタ阿佐ヶ谷っていうミニシアターですかね、ちょっと名の知れた映画館があります。映画館だけじゃなくて、地下には演劇とか音楽ライブとかお笑いとかをやるステージも入っていて、で上階の方にはレストランが入っているような施設ですね。でここのラピュタ阿佐ヶ谷はかなり古い1960年代とかの日本映画を上映しているようなところで、もう往年の名俳優のブロマイドとか関連書籍とかも販売しているような、結構マニアックな、熟練の映画マニア向けのシアターですね。まず他の映画館では上映されてないような作品も多数取り扱っています。そしてこの飲食店が並ぶ一角を外れるともう完全な住宅街ですね。阿佐ヶ谷の住宅街は戸建てとか低層マンションが中心なので、なんかこう都会の圧迫感みたいなものがなくて、静かで静観な場所っていうイメージがあります。もう本当に駅から5分10分歩けば静観な住宅街っていう感じですね。そしたら今度は北口から南口の方へ移動したいと思います。で、阿佐ヶ谷は北口よりも南口の方にお店が多く集まっているっていうのと、あと南阿佐ヶ谷っていう丸の内線の駅にも、歩いていけるので、個人的には阿佐ヶ谷に住むとしたら南口側の方がおすすめですね。そして阿佐ヶ谷の南口といえばこちら、阿佐ヶ谷で最大の商店街にある阿佐ヶ谷パールセンター商店街が目玉ですね。で、この商店街一見するとさほどね、道幅も大きくなくて、普通の商店街に見えるんですけど、なんといってもこの商店街ですね、全長が700メートルくらいあって、とてつもなく長い商店街なんです。で、その全長700メートルの中に総勢240店舗くらいが集まってる、もう都内でも屈指の大型商店街なので、南口側の買い物はほぼ全てここで完結できますね。で、有名な甘味どころのお店とか、あと和菓子のお店とか、あとベーカリーとかのお店がたくさんあって、でそういうお店でテイクアウトできるところも多いので、そこでテイクアウトして食べ歩きしながらふらふら商店街を歩くっていうのが、一つ阿佐ヶ谷の楽しみ方ですね。そして阿佐ヶ谷の風物詩で七夕祭りがあるんですけれども、その七夕祭りの時にはこのパールセンター商店街のアーケードがめちゃくちゃ多くの飾りで彩られて、すんごい賑やかな感じになります。で、ちなみにその阿佐ヶ谷の七夕祭りでは、毎年8月に開催されるんですけれども、例年50万人以上の来客数を誇るっていう、もう都内有数の夏祭りの一つで、日本三大七夕祭りの一つとも言われていますね。で、このパールセンター商店街は、阿佐ヶ谷駅から南の方へずっと伸びてるんですけど、このまままっすぐ行くと南阿佐ヶ谷駅の方面へたどり着くんですけれども、ここで阿佐ヶ谷のアクセス情報についてちょっと触れておきますね。で、阿佐ヶ谷は、JR 中央総武線が通っていまして、東京の各主要駅へのアクセスはこんな感じになっています。新宿や東京へは1本ですぐ出れるんで、都心へ通勤通学する人にも住みやすいエリアになると思います。で、そしてですね、阿佐ヶ谷は JR 中央線の快速が止まる駅なんですけど、この快速が止まるのが平日だけなんでちょっと注意が必要です。土日祝日は快速が止まらず、JR 総武線のみですね。で、土日祝日で快速に乗るためには隣の荻窪駅とか、あるいは中野駅で乗り換える必要があるんで、
その点がね、阿佐ヶ谷の一つデメリットと言えますね。で、あと今歩いてる方向、南方向に10分も歩けば東京メトロ丸の内線の南阿佐ヶ谷駅があるので、南側に住めば南阿佐ヶ谷駅も使える線としてカウントできるんじゃないかなっていうふうに思います。もし南阿佐ヶ谷駅を使えば、丸の内線でさらに大手町とか銀座とか、あと池袋にも乗り換えなしで行けるようになるんで、交通の便がね飛躍的にアップします。そういうところもあって、個人的には阿佐ヶ谷に住むとしたら南側の方がいいかなっていうふうに思いますね。それにしても、いやー、ゴールが見えない商店街ですね。この商店街は結構通なお店もあれば、カフェとかファミレスとかみんなおなじみのチェーン店もたくさんあるのが個人的には結構いいですね。僕なんかはどちらかというと、おしゃれな地元のお店より馴染みのあるチェーン店とかの方が結構落ち着くタイプなんで、カルディとかピーコックとかもあるし、青果店もあるし、ダイソーみたいなお店もあるんで、生活用品にも困らなそうですね。で、あとここで阿佐ヶ谷の家賃相場についても触れておきたいんですけれども、平均的にはこんな感じになっています。単身であればお隣の高円寺とどっこいどっこいっていう感じですかね。荻窪よりは少し安く住めるかなっていう感じですね。ただ高円寺とか阿佐ヶ谷っていうのは結構築年数の古いアパートとかマンションが多くあるんで、ボロくて良ければこの相場より安い物件も見つけやすいかなって言えると思います。立地的にも吉祥寺とか新宿っていったでかい街に電車1本ですぐ行きますし、もうなんなら30分40分くらい自転車こけば行けちゃうような距離なんで、アクセスの利便性も考えればコスパのいい街だと思いますね。という感じで、やっとこの辺で、商店街のゴールが見えてきたので、この辺で U ターンして、また阿佐ヶ谷の駅の方へ戻りたいと思います。というわけで、南阿佐ヶ谷の方から阿佐ヶ谷駅まで戻ってきているところですが、ここはパールセンター商店街の横の中杉通りっていう大通りを歩いているところです。で、ここはご覧の通り欅並木がめちゃくちゃ美しいスポットで、春から夏にかけてはこんな感じの美しい緑が、覆っていて、で秋には紅葉が美しくなるっていう、阿佐ヶ谷の誇るメイン通りみたいなところですね。で、駅近のところにはマイバスケットとかツタヤもありますね。なんかちょっと余談なんですけど、僕もツタヤって5年くらい行ってない気がするんですけど、もう映画とか全部ネットフリックスとか Amazon プライムビデオとかで見てるんで、ツタヤで CD とか DVD 借りるお客さんって今でもそんなにいるんですかね。そんな感じのことを考えていたら、駅前まで戻ってきたので、今度は逆サイドの飲み屋方面を歩いてみたいと思います。で、この辺は北口のスターロードほどではないですけど、たくさんの飲み屋とか居酒屋さんが並んでますね。で、こちらイチョウ商事なんていかにも粋な感じの、なんか路地裏横丁っぽいスポットもありましたね。まだお昼なんで大半のお店は閉まってますけど、平時の夜なんかは酒飲みたちでやんややんや賑やかになりそうなところですね。はい、という感じで阿佐ヶ谷駅の周辺をぐるぐると探索してみました。全体的な印象としては、高円寺より落ち着いた街っていう印象を受けましたね。飲み屋街があったり、商店街が賑わっていたり、あと七夕祭りみたいな街独自の文化があったりっていうのが、お隣の高円寺と似た印象を持っている阿佐ヶ谷ですけれども、何ですかね、人の多さなのか、あるいは行き交う人のタイプの違いなのか、阿佐ヶ谷の方が随分と落ち着いている雰囲気をなんか感じますね。ただそんな中でもディープな飲み屋さんが多かったり、ミニシアターとか小劇場みたいな文化的なスポットもあったりして、でこれ阿佐ヶ谷住民の口コミで見かけたんですけど、探せば味が出るスルメのような街っていう表現がめっちゃしっくりくる感じですね。
で、逆に個人的に感じたデメリットを挙げると、一つは大型商業施設とか家電量販店がないっていうこと。で、あとは土日祝日に中央線快速が止まらないっていう点ですかね。でももし阿佐ヶ谷に駅ビルとか家電量販店が来ちゃったらもうマジ半端ねえ街になっちゃって、家賃相場とかぐんと上がっちゃうんで、そう考えるとメリットデメリット表裏一体なんですけどね。まとめるとそんな感じですね。中央線総武線沿いだとやっぱり、みんな吉祥寺とか、あと荻窪、高円寺、中野っていったネームバリューのある街に囲まれちゃってる阿佐ヶ谷ですけれども、意外とダークホース的な存在なので今後ともよろしくお願いします。また動画をご覧の方で実際に阿佐ヶ谷に住んだことあるよっていう人はぜひ実際の住み心地など感想をいただけると嬉しいです。ではまた次の街をレポートしていきたいと思います。ではでは。